こんにちは。今回の動画では前回の動画で登場したこちらの丸いかぶり物の作り方についてご説明していきたいと思います。シンプルな丸い形なので、こちらの作り方を覚えていただければ、例えば耳をつけたり目をつけたり鼻をつけたりしていろんなキャラクターのかぶり物を今後作っていただけると思うので、是非参考にしていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。まずは大まかな流れをご説明します。1、メジャーを使って頭の大きさを採寸してください。2、型紙をダウンロードしてください。ダウンロードし終わったら型紙を印刷してください。ハサミを使って裁断してください。型紙はこのように2つに分かれているものがありますので、テープを使って貼り合わせてください。次に布に書き写してください。型紙を写し終えたら布を裁断してください。裁断し終えたらクリップや待ち針を使って布と布を仮止めしてください。仮止めが終わったらいよいよ縫っていきましょう。縫い終わったら綿を詰めて完成です。最後に応用編としまして、出来上がったものに目や鼻などをつけてちょっとキャラクターっぽく仕上げていこうと思いますので、よかったらそちらも参考にしていただければと思います。今回必要な裁縫道具はこちらです。今回ご用意いただく材料はこちらです。まずは採寸ですが、お子さんのかぶり物を作る場合、メジャーを使ってお子さんの頭の大きさと首の太さを測ってください。頭の大きさを測るときはこめかみの上を通るように測ってください。採寸が終わったら型紙をダウンロードしてください。ダウンロードしていただいた型紙のデータをご自宅のプリンターやコンビニなどで印刷してください。印刷される時に家庭用のプリンターであれば縁なしというモードにして印刷していただけると端が切れずに印刷できるかと思います。型紙は切り取り線に沿ってハサミやカッターナイフを使ってカットしてください。型紙をカットし終えたらのりしろと書かれた部分がありますので、テープを使って貼り合わせてください。のりしろにはそれぞれ番号が振ってありますので、同じ番号同士が重なるように貼り合わせてください。表地と書かれたパーツが3枚、裏地と書かれたパーツが4枚できていたら正解です。枚数が合わない場合は大至急コンビニにダッシュしてください。次に型紙を布に書き写していきます。今回は表地にボアっていう生地を使います。ジェラートピケさんのパジャマみたいな手触りです。かぶり物の内側に来る部分にはこちらのニットを使いたいと思います。ニット生地なのでこうやって伸びる生地ですね、ちょっとだけ。使われる生地はお好きなものを選んでいただいたらいいと思います。表地と裏地が同じでも構いませんし、今回みたいに変えていただいても結構です。青いかぶり物の時は表地も裏地も同じものを使いました。型紙を布に写していきますが、はじめに布の表と裏、それと向きを確認しましょう。布の端に小さな穴が開いていたら穴を指で触ってみてください。一般的に出っ張っている方が表、へこんでいる方が裏になります。次に布の向きですが、穴を基準にして穴と垂直な向きが布の横方向、穴と平行な向きが布の縦方向になります。あと面倒ですがアイロンがけをしましょう。布がよじれた状態で型紙を写してしまうと後々いろいろずれていろいろ大変です。アイロンがけが終わったら型紙を布に写していきます。型紙に書かれている矢印と布の縦方向が合うように配置して待ち針で留めてください。チョークを使って型紙の外側をなぞります。内側の線は布と型紙の間にいかにも色が移りそうなチョコペーパーという紙を挟んで
ルレットという名前のピザカッターみたいなやつでなぞると型紙が写せます。あとはこの作業を無心で繰り返すだけなのですが、型紙ごとに×〇〇枚という具合に枚数が書かれているものがあります。その場合は書かれている枚数分書き写してください。 B の2枚目を写すときは型紙を裏返して写してください。型紙を写し終わったので、次は布を裁断していきます。布を裁断する際は布切りばさみを使うか、ロータリーカッターという布専用のカッターを使って裁断してください。カッターが楽なのでおすすめですが、細かいところや曲線は切りづらいのでハサミと併用していただくといいと思います。最後にパーツの数が合っているか確認してください。表地も裏地もそれぞれ合計が8枚ずつになるはずです。続いて布を仮止めして縫っていきたいと思います。仮止めの際は待ち針を使っていただいてもいいですし、仮止めクリップというものが売ってますので、こちらを使っていただいても結構です。小さいお子さんがいらっしゃる家庭などでは針が落ちたりすると危ないと思うので、僕はこのクリップがおすすめです。仮止めを一気に全部やってしまうのは後々縫いづらくなってしまうので、仮止めして縫うクリップを外す、また仮止めして縫うクリップを外すという風に交互にやっていただけるといいかと思います。ではまず A と B を仮止めしていきたいと思います。 A の生地とこちらの B の生地の表側同士をこのように合わせてください。この状態でクリップで固定していきたいと思います。仮止めのやり方ですが、まずは一番端を止めていただいて、反対側の端っこを止めていただいて、次に中間を止めてください。さらにこの2つのクリップの間、こちらを止めて、こっちも同様にやってください。はい、これで仮止めが完了です。それでは早速縫っていきたいと思います。まずは針を落とします。ちょっと縫ったら止めて返し縫いをします。今来たところ戻ってください。ここまでいったらあとは普通に縫っていくだけです。で、縫いながらさっきのクリップを外しましょう。ずれないように手でしっかり生地を押さえながら縫っていきましょう。はい、綺麗に縫えたと思います。今 A と B が縫えましたので、こちらにも B をつけていこうと思います。これをまた同じようにクリップで留めていきます。で、縫う順番なんですけど、今回の被り物については縫いやすいところから縫っていただければいいかなと思います。もしですね、違うよ、縫う順番こうだよっていうのをご存知の方がいらっしゃったら教えていただけると幸いです。これで A と B のパーツをつなげることができました。はい、C のパーツを今5枚つなぎました。先ほど縫っていた A、B のパーツと合わせていきたいと思います。
れで表側の生地が、全部つながりました。こんな感じで、裏地も縫っていこうと思います。で、あともう1点なんですけど、この B の生地3枚あるんですけど、これを10センチぐらいですかね。穴を開けた状態で、だからこことここ、両端だけ縫って、ここに10センチぐらいの穴が開いた状態に1個だけしといてください。なぜかというと、そこから綿を最後入れたいですね。で、綿を入れ終わった後にその穴を閉じたいので、B を縫うときだけちょっと気をつけてください。はい、表地と裏地縫い終わりました。ここまで来るともうゴールと言っても過言ではないぐらい、もうゴール付近にいると思ってください。なので、あともう少しだけ頑張りましょう。はい、今裏地と表地を縫い終わりましたので、先ほど開けてあったこの裏地の穴からひっくり返して出していきたいと思います。ひっくり返したらこんな感じです。あとは綿を入れて完成です。はい、これで丸いかぶり物完成です。ここからちょっと応用編としまして、うちのお姉ちゃんがですね、可愛いうさぎの絵を描いてくれたので、これを参考に目とか鼻とかをつけていきたいと思います。本当は表地と裏地を縫い合わせる前に耳とかつけた方がいいんですけど、今回はちょっと説明のために一旦こちらの完成まで作ってしまいましたが、今からさっきの穴を開いて綿出してっていうとこまで戻ってやり直したいと思います。はい、早速行ってみましょう。今から耳と目と鼻を作ってこちらにつけていこうと思うんですけども、試しにちょっと耳を1個作ってみました。これをもう1個作って取り付けようと思うんですけども、こちらの型紙も概要欄にダウンロードのリンクを貼ってありますので、よかったら参考にしてみてください。
どうぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て実際に作っていただいた方がいらっしゃいましたら、コメント欄やハッシュタグパターンをつけて SNS などで教えていただけると嬉しいです。また動画で分かりづらかった点やご質問ご要望なども教えていただきますと参考にさせていただきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。